1942年8月7日早朝、海兵隊約3000名を主力とする米軍がガダルカナル島及び対岸のツラギ島に奇襲上陸した。これに対しツラギの日本軍守備隊は同海域の警備のため新設されたばかりの第8艦隊に救援を要請するも、守備隊はその日夕刻に玉砕。同時刻にガダルカナルにも米軍が上陸し、飛行場建設のために駐留していた守備隊は状況を連絡する余裕もなく撤退した。ツラギからの緊急電を受けた日本海軍第8艦隊司令部は、有力なる敵機動部隊及び上陸部隊出現と判断し、直ちに対応を開始。急遽第25航空戦隊と第4航空隊の合同部隊を発進させ、敵船団攻撃に向かわせた。ガダルカナル上空に到達した攻撃隊は連合軍艦隊に攻撃を開始。8月8日も同じく爆撃雷撃を試みたが、攻撃に移った機体の多くが敵機機銃弾ないし砲火に焼かれ、ソロモンの海に散っていった。時を同じくして航空隊攻撃後の残敵を艦隊の手で撃滅すべく、上重則第8艦隊参謀が発案した殴り込み作戦が採用された。これは第8艦隊機関鳥海と第6戦隊の従順4隻でガダルカナル白地に深夜攻撃をかける作戦であった。出撃に際し第18戦隊所属の軽巡洋艦天竜、第2海上護衛隊所属軽巡洋艦夕張および駆逐艦夕凪が同行を申し入れ、計8隻からなる突入艦隊がガダルカナルを目指し出撃した。作戦会議にて艦隊の作戦第一目標は輸送船団とし、単獣陣による襲撃とすることを各部隊司令官に通達し、作戦海域が迫る中、第8艦隊司令長官三河軍一中将は以下のように戦闘前訓示を発した。この日ガダルカナル周辺では第62任務部隊機下の南方、北方、東方部隊がそれぞれ白地の出入り口で警護に当たっていた。連合軍の戦力は圧倒的に第8艦隊を上回っていたが、夜を徹して行われている物資揚陸作業と2日間にわたり続いた日本軍の空襲により乗員の疲労は激しかった。鳥海より発進した偵察機が軽巡洋艦輸送艦を確認の後、第8艦隊は白地に突入を開始した。サボ島南方に到着した午後11時30分頃、三河長官により全軍突撃せよが下令され、第8艦隊は一斉に襲撃運動に入る。そして推定より投下された照明弾の輝きが連合軍南方部隊を照らし、開戦の火蓋が切られた。この戦闘を経て南方部隊は壊滅し、艦隊はツラギ郊外に向かった。駆逐艦パターソンが攻撃を受け警報を発してから戦闘が終了するまでわずか6分。
第8艦隊は一方的な攻撃に終始したが、夕凪が電源故障により時間1不明となり、戦闘終了後東海域より離脱した。また古高が突撃してきたキャンベラを避けるために変身し、これに従った天竜、夕張と共に鳥海などとは別行動を取ることとなる。巡洋艦ヴィンセンスの見張り員は南方部隊と第8艦隊の戦闘による砲火を目撃し、艦長リーフ・コール大佐に状況を報告した。しかしコール大佐は事の重大さに気づいておらず、島に対する砲撃か侵入してきた少数の日本軍艦艇に対する攻撃だろうと推定し、南方部隊に連絡を取ろうとしたが、突然の単焦灯照射に動揺しつつも、友軍艦の混乱によるものだと思い、照射艦に対し我味方なりと通報。同時に体勢を立て直し、南方部隊の増援に赴こうとした。しかし友軍艦と思い込んでいたその艦影こそ、北方部隊を殲滅せんと接近する鳥海の姿であった。第8艦隊を友軍と誤認した北方部隊は対応に遅れ、反撃するまでの間に多数の砲弾を被弾。突然の事態に混乱している最中、先の南方部隊との戦闘で分離した古高以下3隻が鳥海が照射した敵艦隊を認めて突入。北方部隊は鳥海隊、古高隊に攻撃されることとなる。戦闘終了後、三河長官は全軍引けの命令を下し、サボ島北方に集結した。しかし帰路に着こうとしていた第8艦隊では、一つの議論が鳥海の艦隊司令部で起きていた。それは第一目標である連合軍輸送船団は依然無傷で、これを殲滅すべきだという白地再突入論と、上空援護がない限り艦上機の攻撃を受ける愚を犯すべきではないという早期撤退論であった。最終的に艦隊は早期撤退を決断し、東海域から離脱していった。帰路についていた第8艦隊を米潜水艦 S44 が襲撃した。発射された魚雷は従巡洋艦過去を直撃し、飛来した過去はわずか5分で沈没。海戦の勝利に沸いていた艦隊の空気は一転して沈痛なものになったという。かくして第一次ソロモン海戦は終結した。日本側は戦術的に勝利したが、第一目標であった連合軍輸送船団を攻撃せず帰投したため、飛行場早期奪還は頓挫し、作戦は失敗に終わった。対する連合軍はガダルカナル島に物資を輸送し終え、日本軍が放棄した飛行場を整備し、同地域での制空権、主導権を確固たるものとした。南方部隊、北方部隊は戦術的に敗北壊滅したものの、船団を守りきることに成功し、後の勝利に大きく貢献したのだった。その後もソロモンでは壮絶な海戦が続き、撃沈されたあまたの艦艇によりその水底は鋼鉄で埋め尽くされ、同海域は両軍から交渉されることとなる。